クレジットカード、被害者氏名雨宮五郎。まさか MV の撮影しに来てこんな目に遭うとはね。ルビー、もしきつそうなら明日在の撮露比眼里，影这件事情できるよ。只是他自己要消ゆっくり化休みなさい。因为别人不知道他的这个点。あかねちゃん、まだ帰ってきてないんだ。ごめんな。俺が誘ったせいで大変な目に遭わせて。なんで謝るの？アクアくんのせいじゃないよ。いや、俺のせいだよ。見たくなかっただろ。あんな朽ち果ててグロテスクなもの。ごめん。本当にごめん。很多意义上的抱歉。そうやってさ、全部一人で背負い込もうとして。全部自分が悪いの？何もかも守れなかったら自分のせい？違うよ、そんなの。警察の人が言ってた。あの死体、多分他殺体なんだって。そんなのさ、殺した人が悪いに決まってるじゃん。なんでアクア君がその責任を負わなきゃいけないの？そんなの違うじゃん。杀死爱的也是凶手，不是他的错。でも俺は期待してた。茜ならあの死体を見つけてくれるんじゃないかって。俺は茜にわざと情報をまいてあれを見つけるように仕向けていた。他利用了他。別に見つからなくてもいいと思ってた。あれは今の俺には関係のないもので、むしろ見つからない方が都合がいいくらいに思ってたはずなんだよ。だけどやっぱさ、本当はずっと見つけてほしかったんだな。茜、見つけてくれてありがとう。そっか、あの人がアクア君の。でも私は何にもしてないよ。見つけたのもたまたまで。だとしてもだよ。俺はそういう風に仕向けていた。茜のことを俺はずっと利用してた。父親のことや。但是他对阿卡内真的很坦诚。その他にもたくさん。ごめん。ずっと。うん、知ってたよ。やっとわかった。私の気持ちをやっと言語化できそう。君は優しくて全部背負い込もうとするから、その罪悪感ごと私は寄り添いたいって思ったんだ。哦，看呢。でも分かってる。これで他是想分手的呀。ちゃんとさよならできる。アクア君は私がいない方がいいんだよね。辛くなっちゃうんだよね。あれ、この旅行でちゃんと話しようと思ってたんだ。私たちはどうしよう、明るくお別れできると思ったから。止まれ、ごめんね。こんなつもりじゃなかったの。止まれ、泣いちゃうつもりはなかったの。涙いつも、舞台じゃいつもすぐに。もっと早く言うべきだった。復讐はもう終わった。死体も見つけた。だから今度は俺が茜を守りたい。但是，这真的对他们好吗？我好喜欢这一段，我觉得好美啊。
卢比已经像是以前的阿胯了。哦，いけないんだ、いけないんだ。それ遺体から抜き取ったやつでしょ。いけないんだよ、そういうことしちゃ。何あなた、もしかしてお姉ちゃんあの医者さんと深い仲だったのかな。だとしたら気持ちもわかるけど。太美了，卢比。あなたみたいな子供にわかるわけない。お願いだから放っておいて。今私すごく機嫌悪いから。かわいい。でもいいの？私お姉ちゃんが知りたいことを知ってるよ。昨晩はなんだかいろいろ大変なことがあったみたいだね。今日はほぼ外ロケだけど、気分が悪いとかあったら遠慮せず休んでね。ルビー、あんたに言ってるのよ。え？ああ、うん、大丈夫。嫌いなのよね、MV の外ロケ。こんなクソ寒い中、季節感ガン虫の衣装を着せられて歌ったり踊ったり。爱豆经常会面临这种情撮况。影は冬なのに夏のシーン撮りたいからって真冬の九十九里浜を水着で走ったり、炎天下の夏の昼間にコート着てマフラーつけて走らされたこともあったわ。哎，忍者って所詮肉体労働者よね。每次都是画风突变是吗？私が知りたいこと。昔ね、有名なアイドルがここで極秘出産して、死んじゃってたお医者さんってその子の担当医だったんだって。お医者さんは長らく失踪中と思われていたんだけど、その音信不通になった日ってのがアイドルが子供を産んだ日だったんだ。お医者さんはそんな大事な日にいなくなっちゃったんだよ。いや、大事な日だからいなくなったのかな。怪しい話だよね。でも怪しいのはそれだけじゃなくて、病院の周りにさ、ずっと不審な男がいたらしいんだ。当時大学生くらいの男と中学生くらいの男の子。その片方は数年後に誰か分かった。自宅マンションでアイドルの愛を刺し殺した大学生。熱狂的なファン、ストーカーだったんだね。もう一人は？二人って言ったでしょ。さあ、それを探すのがあなたの役目じゃない？カット。温めてー。やっぱりこの子を押せるな。真的很会。可愛いけどどこか一歩引いてて遠慮感じる。我为曼应援。ケレン味も出てこない。対して有馬ちゃんは自分の魅力を見てもらおうと必死。何かするができている。それが受けるか受けないかはギャンブルだけど、何かしなきゃ始まらない。何もしなきゃ埋もれるだけ。そして何かしてる有馬かなはかわいい。このグループのセンターってのも納得だね。オフライン編集が今から楽しみだな。ルビーさん、お願いします。はい。星野ルビー。まあ顔はダントツなんだけど、撮ってて面白くないのよね。
いかにもアイドルとして教科書通りというか、まるで誰かの真似をしてるみたいな。犯人は2人組。ママは20歳っていう若さで未来を奪われて、先生は殺されて、あんな暗い場所で16年も一人で。私の大事な人を2人も奪って、今でものうのうと生きている。許せない。どんな手を使っても必ず見つけ出す。見つけ出して絶対に。哇，哦，就像上一季的阿垮，最后那个复仇的星星。我狂起鸡皮疙瘩。みんなお疲れ。まああとはゆっくり観光でもしていってよ。明日の昼にはもう飛行機だけどね。全然ゆっくりできないわよ、それ。とりあえず温泉でゆっくりしたいわ。だね。MV っていつ頃上がるの？1本目のスターティーはなるはやで投げるけどね。オフライン編集切り張りして1本の仮映像にチェック入れてもらって、その後にオンライン編集カラコレしたり CG とか VFX 入れたりして納品。まあ来月には上がると思うけど、2本目はちょっと時間もらっていい？いいけど、なんで？いやー、まあね。商業クリエイターだってただのアーティストに戻りたい時はあるのよ。好期待呀！MV 会播吗？この旅行はいろいろありすぎたな。奇妙で不可解で、だけど何か一本の線でつながっていそうな。太可爱了。正式に付き合うってことでいいんだよね。番組とか関係なく、ただの男女として。顔赤いわよ。这哦，あたりする前に上がりなさいよね。ちょっとのぼせちゃったかも。我还是喜欢阿看那长头发，我觉得比起短头发来说。私のことを考えてた気がするんだけど、頭ぼーっとして全部どうでもよくなっちゃった。ま、今くらいいいんじゃない？聞いたわよ。今度映画の主演やるんでしょ？売れたわね。そんなことない。上映関数多くない映画だし。配給で作品語るんじゃないわよ。十分すごいことじゃない。羨ましいわ。好看呢。これからあんたにとって大事な時期よ。この波に乗れるかで黒川茜の今後が決まる。それなのにこんな旅行についてきて、いつまでもレンリア気分でいいのかしら？もうレンリアじゃないもん。哦。本当にのぼせちゃったみたい。先に上がるね。まさかね。ねえ、あかねちゃん。啊，眼睛已经转移到卢比这儿了。小さい頃から監督のところで仕事して、この世界に固執してる。どうしてか、あかねちゃんなら知ってるんじゃない？
会いたい人が芸能界にいるって私は思ってる。その人に会うために哇、这眼睛！多分そんな感じ。それって誰？私には全然わかんないけど。あんまりこの話ルビーちゃんにはしない方がいいだろうな。アクア君には事件のことを忘れてほしい。ルビーちゃんに情報を渡すのはヤブヘビかもしれない。多分好きな役者さんとかだよ。結構ミーハーなところあるからアクア君。そっか。もう遅いしそろそろ寝よう。うん、そうだね。但是卢比应该是明白他哥。へえ、ここが芸能の。そう、荒立神社。エマも役者志望の多いわ。木の板を土で叩くといっぱいの効果があるんだって。怎么这么阴森啊？だからお願い事していこう。そうだな。みんな売れますように。うちのタレントが問題を起こしませんように。もっと演技が上手くなりますように。早く売れますように。早くアクアがママと先生を殺したやつを見つけ出せますように。他明白他哥哥在做什么。啊，好可爱，是 MV 了已经。man 啊啊，好可爱！啊，我好喜欢这个风格。哦。啊！哦。哦，露比真的很不一样啊。好可爱，救命！哦，就是他们最开始那个动作。无敌了，我很喜欢，再看他好多遍得。誰かの導きなのか。今回の MV は大きな注目を浴びることとなる。それは新生 B 小町の知名度が大幅に上昇する契機となった。そして半年の時が哦，结束俺とルビーが了。2年生、茜、有馬が3年生に進級。哦，それぞれの活又是新的篇章了。大きく動き出す年の話だ。不知道什么时候能再看到了。沾着血，真的是。
这蓝头发，哦，所以我到现在还不知道这个乌鸦神到底跟他是什么关系。不知道现在漫画都已经进展到什么地方了，但我确实好久没看了。就我当时看的时候，其实还挺意外，他真的是有把就是对于他们到底怎么转生，或者说是这个轮回的这么一个机制，就是要这么来呈现，就是真的有这么一个像神一样的角色。我觉得这集真的做的还挺出乎意料的，尤其是那个 MV 的呈现，动画做的真的太好了，这 MV 我太喜欢了。而且就是很巧妙的结合了卢比他就是还没有就是发现医生那个尸骨的之前录的那些镜头和后面就是他黑化之后录的那些镜头，这样子衔接在一起，就是又有那种他自带的那种活泼开朗的那种可爱甜美风，然后又带着他一种就是很酷飒的那种风格，感觉很多人喜欢爱豆都很喜欢那种反差感吧。就这一集还有一个很明显的特点是，我觉得他很多就是角色那种面部神情的情感流露传达的很到位，不管是阿卡内跟阿快就是接受他的道歉，然后呢在那里流泪那一幕，包括还有后面就是像卡娜他在那个就是算是温泉里边吧，然后呢他的那个眼神的暗淡等等，我觉得都做的特别好。但这集也有一些真的很瘆人的画面吧。就是我觉得卢比他那个黑化，就是黑猩，就是眼睛里面有黑猩的那段，动画这么做出来有一种就是贴脸开大的感觉，让人能吓一跳。但是漫画的时候，其实那个画面冲击感，我觉得可能是更大的。动画里面的话，恐怖的那种气息更浓厚一点。就漫画的话，过渡可能会比较好一点。我真太心疼卢比了，就是。毕竟阿夸他还有像卡娜或者说是阿卡内这么理解他的人、支持他的人，卢比更像是在孤军奋战似的。虽然他知道他哥哥也在找这个凶手，其实主要还是阿卡内在找凶手吧。我觉得卢比他还有一些更深层的自己的那些原因和过往是不为人知的，都只能藏在他自己的心里。一度就是想成为像他妈妈那样的爱豆，然后想在自己的爱豆界就是大放光彩，但是在祈求的时候，他的这个心愿却不再是跟他的爱豆就事业有关，而是想要抓住那个凶手了。看到他的这个转变还是很虐心的，毕竟露比她一直都是一个如此开朗活泼的女孩嘛。对于阿卡内和阿快的关系怎么说呢？其实我还是倾向于他们当时就直接就此可能分别，对于彼此两人都好吧。阿快他一方面是可能心软了，另一方面呢，我觉得他是否真正的就是喜欢上阿卡内而不是卡娜呢，其实也不一定。但是在阿卡内面前，他真的就是完全能袒露出自己比较直白的那一面吧，真的像是一个港湾一样。阿卡内他又怎么不会知道就是阿快就是会在利用他呢？还有一个点就是卡娜他是显然对阿快有意思嘛，阿快这样子刚跟卡娜就是约会完，而且可能互相有了一些情感连接，但是又反手就是跟阿卡内又在一起吧，算是很难评。结尾这一幕我印象都不是很深刻了，我感觉他可能漫画的顺序应该不是接着这一话出现了吧，可能就是为了提前铺垫出他的出场。也可见这个蓝头发这个明星他也是有星星的，而且有着这种巨星的潜质吧，算是还是有挺多扑朔迷离的地方。包括就是乌鸦神他给卢比就是类似于创造出来的一个幻境，应该是不知道是不是有能真的看见吧，突然出现的医生和爱还是让人吓一跳。这 MV 真得再多看几遍，这才是他应该发力的水平吧。不知道大家单纯看一个爱豆团体的话会喜欢哪一类的就是女爱豆吧，单看团体的话我真的就是会喜欢 MAM 这样的。不知道是不是因为跟我性格差很多，所以就是天然的有一种互补。看了几遍之后验收一下我的成果，我学会的动作就是
不知道什么时候能看到他们就是舞台上的表演，好想看全曲。MV 真的太神了，就是一方面又是很明媚的这些可爱小女孩，另一方面又带着那种阴湿或者说是细思极恐的感觉在里边。而黑化露比总是在这个背景的后面，真的就是会不由自主的被他完全吸睛。这一季看起来就是虽然还是有些小失望，但是整体我看还是很享受的。阿卡内小天使真的是把我的心俘获了，真的还是挺期待看到后续的。黑化露比就是很心疼，但是我又感觉看着很带感吧。下一季的播出的时候，我应该也会在这里看吧。那这一期视频到结束了，我们下一集再见，拜拜。接毕小丁大货。